どうも、MM です。今回はハードオフトリアス久山店さんにお邪魔してきました。初訪問ということで、お店の中はどんな風になってるんでしょうね。楽しみです。まずメインラックはですね、スイッチ関係が並んでましたね。スイッチと、スイッチ2、コントローラー関係が並んでまして、0時前にね、メインラックがあってですね、中身は綺麗にディスプレイされてたんですが、ここは特に 3DS 系統が多かったですね。3DS LL はもちろんですけど、普通の 3DS と、DSi と DS の LL サイズですか。この辺がね、この下の方もめっちゃ並んでましたね。今 DS はちょっとね、そこまで追ってないんですが、DS 好きな方は今もしかしたら狙い目かもしれないですね。この下はね、PS ビータが並んでました。先日ね、ちょっとバッキバキのやつをゲットしたんですけど、通常品も並んでて、隣には PSP、普通のシリーズと、珍しくね、PSP Go がありましたね。全然触ったことないんですが、機会があればゲットしてみたいなと思ってます。今回はね、日曜日にお邪魔したんで、人がたくさんおりましてですね、なかなかこうタイミングを伺いながらの撮影になったんですが、この辺はゲームボーイカラーですね。ゲームボーイ関係のコートがやべえんだ。マジで。今ね、欲しいのはゲームボーイのカラーですね。で、奥にはゲームボーイライトがあるんですけど、19,800円ですよ。ちょっと高すぎないか。こんなに今高騰してきてるんですかね。SP も結構量がありましたね。9900円はビネガーシンドロームありですけど、狙い目かもしれません。この辺はアミーボですね。アミーボもこうやって並べたら可愛いよね。タイミングがあれば集めてみたいなと。こういう小物もいいんだよな。こうディスプレイしてるだけでも可愛いよね。ここはね、ゲームボーイのミクロありましたね。これも欲しいんだけど、めちゃくちゃ高いんだよな。下の方には、昔、懐かしのレトロゲームでしょうか。この辺はちょっとね、あんまわかんないんだけど、多分珍しいものがきっと置かれてるんでしょうね。ネオジオとか、その辺でしょうかね。セガサターンとか。64関係でも、おそらくレアであろうというソフトが並んでましたね。スーパーゲームボーイもある。で、奥にね、ソフトのディスプレイがありまして、ここからはディスプレイをお届けするんですけど、箱入りのね、ソフトがね、めちゃくちゃありました。なんかこの店舗通じてね、ソフト関係がやっぱ充実してるなっていう印象でしたね。箱入りのゲームを集めてる方はいいかもしれない。ちょっともね、今私も少しずつ箱入りを集めていこうと思ってるんですが、なんせね、値段の関係とレア度とか、その辺がわからなくて、最初はドラクエ FF、ポケモン、その辺の昔懐かしのゲームをね、集めていきたいなと思ってます。下の方にはね、こんな感じで壁吊りされてて、ドラゴンボールとかね、昔遊んだようなゲームが、こうやってね、たくさん奥の方まで並べられてましたよ。ちょっと種類が多くてね、何がこう、レアというか、珍しいのか、その辺はね、全然わかんないんですけど、昔遊んだゲームは懐かしいので、ドラゴンボールとかね、画廊伝説とか、この辺ですね。ストリートファイターとか、その辺はなんか集めてみたいなと思いますね。これがマリオ RPG かな。これも遊んだね。これめちゃくちゃ神ゲーだったと思う。リメイクもされてますよと。はい。ぷよぷよって多いよね。ぷよぷよって置いてある率がね、高いと思う。他のお店でもね。あと、ドンキーコングも多いね。とにかく置いてある。ここストリートファイターあったんだ。ターボですね。早く動けるやつだったかな。懐かしい。レースゲームとかね、スポーツゲーム、あと将棋とか、この辺のゲームも多かった印象ありますね。
ミッキーのマジカルアドベンチャーもやったな。これもやりたいわ。てか、普通にやりたい。で、今回ね、日曜日に行ったんですよ。3連休の。で、お客さんが多いこともあって、お客さんのね、顔とかはもちろん映しちゃダメなんですけど、声なんかもね、入ったらダメだという話だったので、今回お店の音声はすべてオフで、私のボイスと BGM のみでお届けすることになっておりますが、ご了承くださいという感じですね。今回このお店初めて行ったんですけど、大きいんですよ。とりあえず久山って言って、モールっていうのかな、こう、お店がこういっぱいこう集まった感じのモールってあるじゃないですか。そこに一角にありましてですね、ハードオフとオフハウス。で、さらに隣にはね、ブックオフまで全部併設されてるような、一個の建物になってるんですよね。で、全部ね、入り口もね、つながってるんですよ。入り口もつながってるっていうか、こう、なんだよ、渡り歩いていけるようになってて、ゲームはもう全部ここのハードオフにほぼ集約されてて、ブックオフもね、寄ったんですけど、やっぱ、もちろん本がメインで、ソフトもちょこちょこあるよぐらいの感じになったんで、今回はハードオフの方をメインで見ていた感じですね。で、店舗の規模としてはね、中ぐらい、中ぐらいって何やって話だけど、こないだ行った全農寺店さんよりは大きい。はい。あれがね、多分小規模の店舗じゃないかなと思いますね。割と中規模のしっかりした店舗で、ジャンクコーナーも、お店の3分の1ぐらい奥の方にはあるという感じでしたね。この辺は置き型ゲームですね。置き型ゲームもね、いっぱいありましたよ。スイッチ関係はもちろんだけど、PS もあるし、昔のね、それこそゲームキューブとか、スーパーファミコンもね、たくさん置いてあったんで、在庫はね、それなりにあった。小物関係もこうやってね、いっぱい置いてあるんで、この辺は PS ですよね。で、隣にさ、この、ドラクエスタイル、ドラクエデザインのプレステがあったんですよね。よく見たらほら、スライムが乗ってんの。PS 買うなら今度このスタイルがいいなと思って、どっかタイミングがあれば買いたいなと思ってますね。レトロゲームではないからね、プレステ4は。まだ、多分だけど。なので、ちょっと優先度としては少し後かなというふうに思ってますね。プレステ多いね。プレステもさ、種類が多いんよ。薄いやつもあれば、こう番号もあるじゃん、型番も。この辺もまだ正直よく分かっとらんので、なんか勉強が必要やね。なんかコントローラーもさ、めちゃくちゃ種類あるんじゃん。ワイヤレスもあるしさ、なんか型番もめっちゃあるんよね。なんかそれぞれ違いがあるのだろうか。全然わかんない。この辺プレステ3ですかね。プレステ3とかもうプレステ4になるともう全然わかんないんだ、種類が。はい。で、ここから壁掛けソフトが、これスーファミだけど、もう大量にあるの。ほら、大量にね。FF もあるね。で、ファミコンももちろんあるし、今も売れてんのかな、ファミコンって。どうなんですかね。なんかそれぞれのさ、世代で遊んだソフトというかハードが違うと思うんですよ。私はね、スーファミから入ってるんで、スーファミゲームボーイが一番熱い年代なんですけど、ファミコン世代の方はね、やっぱファミコン今も集めてんのかな。で、下の方にほら、箱入りのね、ゲームボーイじゃねえな。キューブか。あっちが。64だ。64のソフトもめちゃくちゃありましたね。64世代じゃないんであんまり刺さらないんですけど、箱入りもね、含めてソフトの数はとにかく多かったですね。私以外にもね、私ぐらいの年代の人がこう、やっぱり見てるから、やっぱみんな好きなんだろうなと思うよね、本当に。この辺アドバンスとかなってくるのかな。ファミコンもあるね。一旦でもね、ドラクエはね、全部集めたいな。箱入りで。やっぱ並べてるだけでもさ、可愛いんだわ。ニヤニヤしちゃうよね。こんな感じで、実は今ね、モニターをね、1台
注してて、このゲーム用にね。それが届いたら部屋の改造というか飾り付け、そっちの方にもね、力を入れていきたいなと思ってるんですよ。もうお金かかってしょうがねえんだがね。とにかくお金かかるんだ、レトロゲームってさ。もうお店をやったらいいんじゃないかなと思って、こんな風に。そしたらなんか、売れるまでは飾っとけるからね。なんかもうそんなレベル。いや、レトロゲーム人気もありましてですね、どんどんね、ソフトの値段が上がってるんですよ。なんならさ、なんだろう、過去の定価より高いものとかも平気であるじゃないですか。この辺ゲームギア。ゲームギアちょっとね、調べたんですよ。この間初めて見かけてから。高かった、本体が。本体高いね。なかなかなんだ、ジャンクに出会う、これ何なんかこんなんありましたよ。なかなかね、ゲームギアがジャンクに出会うタイミングがないんで、見つけたら即買いだなと思って、チャンスを伺っておりますわ。なかなかね、出会わないからね。この辺ゲームボーイコーナーですわ。ポケモンは相変わらず高いんですけど、ほら、箱入りですよ。それぞれね、1万1000、1万1000でしょ。で、青に関しては2万だからね。高ない。やっぱ青の方がレアなんかな。ほら、青ってさ、コロコロコミックで応募しないと買えなかったじゃないですか。覚えてます？はがきで、確か。なんか有料でお金送るんだったかな。コロコロ限定でしか購入できなかったんですよね。なんで、その分高いってことなんかな。出回ってる数は確かに絶対量少ないよね。そして右上、これ。カエルのために金はなる7700円。これね、今欲しいなと思ってるんですが、箱入りであの値段だからね。箱入り完品をね、狙ってます。ちょっとね、今のやつは少しね、箱にダメージありだったんで、またタイミングがあればという感じで思ってますかね。でマリオシリーズもゲームボーイは上がってて、普通にさ、6つの金貨とかでも1000円弱するからね。これもいつか揃えたいなと思ってるうちの一つですね。この辺はアドバンス関係が並んでました。マリオと、黄金の太陽とか流行ったやつはもう一回集めたいな。で、この辺セガサターン系だね。セガサターンはどうなんですかね。もうやった記憶はないんで、もうやってみたいなと思うんだけど、なんか軒並み高いんだよね。この辺エメラルド。ポケモンですね。ポケモンは相変わらずトップの方に置いてあるんですけど、箱なしだったらそんなに値段は高くないけど、リーフグリーンの箱割りとかはもう2万円ぐらいするからね。アドバンス関係もこんな感じでね、ディスプレイされてましたね。人気なんだろうね、やっぱりね。なんか珍しいのとか懐かしいのがあればぜひね、コメント書いてもらえると嬉しいです。このマリオシリーズも高いんだ。この2つがトップかな。そしてこれなぜか怪人ゾーナ覚えてます？なんかこれオハスタかなんかだったかなのキャラクターでゲームボーイも出たんだっけ、ソフト。箱入り550円なんで、ファンの方は今すぐ買いに行った方がいいと思います。もうないだろうからね。これゲームボーイカラーの。多いね、ゲームボーイもね。種類が多い。いや、再びね、人気上がってると思いますよ。今のうちにこう集めてディスプレイしていきたいですね。ゼルダもいいね。はい、この辺は裸のソフトなんだが、だいたいね、500円から1000円ぐらいはしますよね。マリオのピクロスもいいわ。これもね、買っときゃよかったなぁと、今、見ながら思ってる。はい、6つの金貨。ゲームボーイ関係はね、数が多いのもあるし、値段もね、安かった。いや、これ今見たらめっちゃ安くないか。やべ。うわ、買っときゃよかったな。やべえ。ここ買えるのために金がなるのもあるんですよ。1000円ね。これ多分1000円安いから、やっちゃったな。ということで、こっからジャンクコーナーですね。奥のね、お店の3分の1ぐらいがジャンクになってて、ゲーム関係がそのうちの3分の1ぐらい。
占めてましたね。で、ディスプレイされてるのが、こういった感じで、いろいろ置いてあるんだけど、なんかね、ザ・ジャンクみたいなものはね、今回見当たらなかった。唯一ゲームボーイの5500円っていうのがあったんですけど、これはね、液晶にラインが入ってるっていうものだったんで、液晶変えれば使えるかもしれないね。DS 関係もあり、定番のコントローラー関係もあると。なんかもう少しね、ザ・ジャンクみたいなやつが置いてあればね、欲しかったんだけど、使用できるかどうかわからないジャンク品っていうのが置いてあった感じですかね。で、棚の方には、分厚い PS2 が埋め尽くされてると。スーパーファミコンと Wii ですよね。で、セガサターン。これがね、気になったんですけど、3000ぐらいだったから、ちょっとね、手が出なかったかな。次チャンスあればっていう感じで思ってますね。だいたいね、このジャンクの棚は、本体の棚はもうこの一区画だけでした。で、箱入りが、上の方にね、棚の上の方に並べられてた感じで、ちょっとめぼしいものは見つけられなかったですかね。で、今回は割愛するんですけど、ソフトもね、こうやって青コンにね、いっぱい入ったんで、漁ってみるのも面白いかなと思います。はい、ということで帰ってきました。今回もね、購入品紹介といきたいところなんですが、すいません、今回はございません。というのもね、こちら、はい、こんな感じでね、ちょっと私がね、いろいろお店撮影とか、商品楽しくて見てたらね、呼び出しがかかりまして、すぐに帰りました。こんな日もあるでしょうと。いろいろね、振り返って見てたんですけど、ゲームボーイのソフトね、もうちょっと見てね、買っとけばよかったなと今思ってますね。特にカエルのために金が鳴る。ちょっと見てたらね、1100円は安かったな。もう多分次行く時にはないんじゃないですかね。もし好きな方いたらね、今ならあるかもしれないんで、はい、ぜひ覗きに行ってみてください。今回ね、いつも通り店員さんに撮影許可をね、いつも取ってるんですが、撮らせてくださいってことでね、日曜日ということもあったのかもしれないですけど、一応本社の方にね、確認を入れないといけないっていう風にお話をされましてですね、ちょっと何店舗か今まで取ってきたんですけど、初めてだったんで、ってなっちゃったんですけど、家から30キロぐらいあるもんでね、いつも通り取れるかなと思って、フラッと行っちゃったんですけど、ちょっと今日はもうしょうがないかと思って、帰ろうかなと思って、一応お店フラッと見てね、写真はいいですよと、SNS のX とかの投稿はいいよって話だったんで、写真だけ撮って、帰ろうかなと思ったんですけど、ちょうど駐車場にいた時に電話がかかってきて、許可が取れたんでぜひ取ってくださいということでね、はい、快く OK をいただきましてありがとうございました。はい、もしちょっとこのチャンネルをね、見ていただいてるかわかんないですけど、見ていただいたら本当にありがとうございますということで、ぜひ他の店舗もね回りたいと思いますので、はい、よければお伝えしていただけると嬉しいですということで、今回はちょっとすいません、何も買わなくてごめんなさいなんですが、また次回行った時はね、他の店舗でもいろいろ買っていきたいと思いますということで、今回はハードオフ紹介でした。よかったら他の動画も見てやってください。MM でした。バイバーイ。